皆さんは幽霊が犯人を教えるなんて信じられますか？今日は元警察官の僕がかつて同僚から聞いた実話をお話しします。この話は幽霊が現れ事件の真相を告げるというまるで映画のような出来事です。どうぞご期待ください。皆さんこんばんは。僕は元警察官です。今日は僕の同僚だった B さんから聞いた不思議な体験談をお話しします。 B さんは優秀な刑事で数々の事件を解決してきました。そんな彼がある夜に遭遇した出来事です。それは幽霊が犯人を教えてくれたという信じられない話でした。30年前の夏の夜、 B さんはある小さな町で発生した殺人事件の捜査を担当していました。被害者は地元の実業家で何者かに自宅で襲われ命を奪われました。被害者は町でも知られた人物で地域に貢献していたことから町全体が悲しみに包まれていました。手がかりは少なく捜査は難航していました。 B さんは毎日遅くまで事件の捜査にあたり少しでも手がかりを見つけようと必死でした。事件現場を徹底的に調べましたが証拠らしいものはほとんど見つかりませんでした。唯一の手がかりは被害者の家の庭に落ちていた見慣れないタバコの吸い殻でした。 B さんはその吸い殻を鑑識に回し犯人の手がかりになることを期待しましたが特定の情報は得られませんでした。犯人を見つけるにはもっと何か決定的な証拠が必要だ。 B さんはそう思いながらも手がかりを探し続けました。その夜B さんは現場近くの聞き込みを行っていました。被害者の家から数ブロック離れた場所で不審な足音が聞こえました。振り返ると誰もいませんでした。誰だ、不思議に思いながらも捜査を続けました。再び足音が聞こえました。今度は明らかに誰かが近づいてくる音でした。何かがおかしい。 B さんはその音の方向に注意を向けましたが再び誰の姿も見えませんでした。まさか幽霊でもいるのかと冗談半分で思いながらも少し不安を感じました。再び聞こえた足音に振り向くと今度は白い影が見えました。驚いた B さんが近づくとその影は被害者の姿をしていました。まさか幽霊は B さんに向かって囁きました。犯人は近くにいる。その声は冷たく背筋が凍るようでした。幽霊の姿は薄暗く半透明でしたが被害者の特徴をはっきりと捉えていました。 B さんは驚きと恐怖で言葉を失いましたがその囁きには何か真実味がありました。この声を無視するわけにはいかない。幽霊は続けてこの道をまっすぐ行けと言いました。 B さんは半信半疑ながらもその指示に従いました。これが手がかりになるかもしれない。心の中でそうつぶやきながら B さんは足を進めました。道の先には古びた倉庫が見えてきました。 B さんはその倉庫に何があるのか気になり恐る恐る中に入ることにしました。ここに何があるんだ。中に入るとそこには事件の手がかりが散らばっていました。幽霊の指示に従い進んだ B さんは古びた倉庫にたどり着きました。ここに何があるんだ。中に入るとそこには事件の手がかりが散らばっていました。古い新聞、血のついたハンカチ、そして被害者のものと思われる時計が目に入りました。これはさらに調べると被害者の名前が書かれた帳簿や彼の写真が見つかりました。これは間違いない犯人のアジトだ。 B さんは興奮と恐怖で手が震えました。倉庫の中には被害者の持ち物だけでなくいくつかの古い書類や手紙がありました。書類には被害者と犯人がビジネスパートナーだったことが記されていました。手紙には金銭トラブルに関する詳細なやり取りが綴られており犯人が被害者に対して強い恨みを持っていたことが明白でした。こんなところにこれだけの証拠が。 B さんはそれらの証拠を一つ一つ丁寧に調べ上げ写真を撮り慎重に袋に入れて持ち帰りました。これで事件は解決できる。倉庫の奥で B さんは犯人を発見しました。驚いた犯人は逃げようとしましたが B さんはすぐに捕らえました。逃がすものか。犯人は必死にもがきましたが
B さんの手から逃れることはできませんでした。犯人は中年の男で、目は血走っており、焦燥感が見て取れました。何をしているんだ。B さんが叫ぶと、男はさらに暴れ出しましたが、B さんの強い力に抑え込まれました。観念しろ、もう逃げられないぞ。犯人は観念したように、静かにうなだれました。分かった、俺がやった。その言葉を聞いた B さんは、安堵と同時に深い悲しみを感じました。どうしてこんなこと。捕まえた犯人は犯行の動機を話し始めました。俺はどうしても許せなかったんだ。犯人は被害者に対して強い恨みを抱いており、長い間計画を練っていたことが明らかになりました。あいつが俺の人生をめちゃくちゃにしたんだ。男は被害者のビジネスパートナーであり、金銭的なトラブルから恨みを持っていたことが分かりました。被害者に騙され、財産を失ったことが犯行の動機でした。復讐するためにずっとこの日を待っていたんだ。さらに、男は犯行の詳細を語りました。被害者の行動パターンを長期間にわたって観察し、計画を練り上げたこと、事件当夜、被害者の家に忍び込み、彼が寝静まったところを襲ったこと、あいつの顔を見た瞬間にくしみが爆発したんだ。犯人の供述により、事件の真相が次第に明らかになりました。幽霊が告げた情報が事件解決の重要な手がかりとなったのです。幽霊が本当に犯人を教えてくれたんだ。 B さんはその事実に驚きを隠せませんでした。倉庫には犯行の計画書や被害者への脅迫状も見つかりました。これにより事件の全貌が明らかになり、犯人の動機や計画が詳細に解明されました。これで全手が分かった。さらに犯人の自白により、被害者が命を奪われる直前に受け取った脅迫状の存在が明らかになりました。脅迫状には犯人の怒りと恨みが赤裸々に綴られており、被害者への復讐心が強く現れていました。これが全ての証拠だ。事件解決後、 B さんは再び幽霊の姿を見ました。幽霊は感謝の意を示し、静かに消えていきました。ありがとう、あなたのおかげで事件は解決した。幽霊の姿は穏やかで安らぎを感じさせました。 B さんはその瞬間、自分が成し遂げたことの大きさを実感しました。これで被害者も成仏できるだろう。幽霊が消えた後、 B さんはその場所に立ち尽くし、しばらくの間感謝の気持ちとともに心の中で祈りを捧げました。どうか安らかに。 B さんはこの出来事を同僚に話しましたが、誰も信じてくれませんでした。そんなバカな話があるか。それでも B さん自身は幽霊の存在を確信していました。僕は確かに見たんだ。幽霊が犯人を教えてくれたんだ。同僚たちは半信半疑でしたが、 B さんの真剣な表情に何かを感じ取ったようでした。まあとにかく事件が解決したのは確かだ。その後 B さんはこの出来事を上司にも報告しました。上司も最初は信じられない様子でしたが、 B さんの詳細な報告と見つかった証拠の数々に驚かされました。こんなことが本当に B さんにとって、この出来事は一生忘れられない不思議な経験となりました。幽霊が犯人を教えてくれたという信じられない話は彼の心に深く刻まれました。こんなことが本当にあるなんて。 B さんはその後も幽霊の存在を考え続けました。何度もその夜の出来事を思い出し、幽霊が現れた瞬間を脳裏に焼き付けました。あの時の声は確かに聞こえた。その後 B さんは事件の捜査方法にも変化をもたらしました。直感を信じることや霊的な存在を否定しない姿勢を持つようになりました。直感は重要な手がかりだ。その後も B さんは多くの事件を解決しましたが、あの夜のような出来事は二度と起こりませんでした。それでも彼はいつも幽霊の存在を信じ続けていました。またいつか幽霊が手助けしてくれるかもしれない。 B さんは捜査のたびに心のどこかで幽霊の声を待っていました。もしまた幽霊が現れるなら、その時はもっと冷静に対処しよう。 B さんは幽霊との遭遇を通じて霊的な世界の存在を信じるようになりました。それは彼の人生において大きな変化をもたらしました。幽霊は本当に存在する。
B さんは心霊現象に対しても興味を持つようになり、さまざまな文献を読み漁りました。もっと知りたいこの世界のこと、霊的な世界に関する研究書や体験談を読むうちに、B さんは自分の体験が得意なものではないことを知りました。多くの人が同じような体験をしているんだ。幽霊の存在を信じるようになった B さんは、未解決事件にも霊的な視点を取り入れるようになりました。時には直感がさえ渡り、事件解決の手がかりをつかむことができました。直感を信じるんだ。ある日、B さんは未解決事件の捜査中に再び幽霊の存在を感じました。ここにも何かがいる。その直感を頼りに B さんは事件の新たな手がかりを発見しました。その未解決事件は若い女性の失踪事件でした。 B さんは捜査の過程で女性の部屋に残された奇妙なメモを見つけました。そのメモには助けてという文字が書かれていました。これが手がかりになるかもしれない。さらに調査を進めると、女性が失踪する直前に不審な男と会っていたことが分かりました。この男が何か関係しているに違いない。 B さんはその男の行方を追いました。 B さんは退職後、心霊現象の研究を始めました。多くの体験者から話を聞き、その真実を探求しました。彼は心霊現象を科学的に解明しようと努めました。もっと多くの人にこの事実を知ってもらいたい。 B さんは心霊現象の研究を通じて多くの新たな発見をしました。幽霊が現れる場所やその時の状況について詳細なデータを集めました。これが幽霊の真実だ。彼は心霊現象の研究を進める中で、幽霊の出現が一定の条件下で起こることを発見しました。例えば満月の夜や特定の場所での霊的なエネルギーの集中などです。これが幽霊の出現条件かもしれない。 B さんは自らの体験をもとに本を執筆しました。幽霊が犯人を教えた話はその本の中でも特に印象的なエピソードとして紹介されました。この話は多くの人に知ってほしい。 B さんの本は多くの読者から反響を呼びました。読者たちは幽霊の存在について新たな視点を持つようになりました。こんな話が本当にあったなんて。 B さんは読者から寄せられる質問や体験談にも丁寧に答えました。皆さんの体験もきっと真実です。 B さんの本は多くの読者から反響を呼びました。幽霊の存在に興味を持つ人々が増え、 B さんのもとには多くの相談が寄せられました。皆さんの声を聞けて嬉しい。 B さんは多くの読者から寄せられる質問や体験談に耳を傾けました。その中には自分自身が幽霊に助けられたという話もありました。あなたも同じような体験をしたんですね。一人の読者は自分が交通事故に遭った時に幽霊に助けられたと語りました。あの時幽霊が現れて助けてくれたんです。 B さんはその話に感動し、読者の体験を聞くことでさらに幽霊の存在を信じるようになりました。 B さんは全国各地の心霊スポットを訪れ調査を行いました。そこで出会った多くの不思議な現象に驚かされました。ここでも何かが起こっている。心霊スポットでの調査中、 B さんは様々な心霊現象を目撃しました。霊の姿を見たり、突然の霊気を感じたりすることもありました。これは本当に起こっているんだ。ある心霊スポットでは幽霊が現れるという噂が絶えない古い病院を訪れました。 B さんは病院の境を歩き回りながら霊の存在を感じ取りました。ここに何かがいる。突然冷たい風が吹き抜け、 B さんは背筋が凍るような感覚を覚えました。これが幽霊の存在を示しているのか。 B さんはその瞬間をカメラに収めようとしましたが何も映りませんでした。調査を続ける中で B さんは新たな発見をしました。幽霊はただ恐ろしい存在ではなく、時には人々を助けることもあるのだと。幽霊は優しい存在かもしれない。ある日 B さんは心霊スポットで出会った幽霊に感謝されました。あなたが来てくれて助かった。その言葉に B さんは涙がこぼれそうになりました。 B さんはその後も多くの心霊スポットを訪れ幽霊の存在を確かめ続けました。
幽霊は人々に何かを伝えようとしているのかもしれない。 B さんは幽霊の存在を追求し続けました。彼にとって幽霊は永遠のテーマとなり、その探求は続いていきました。これからも幽霊の真実を追い求めるんだ。 B さんは自分の人生を幽霊の研究に捧げることを決意しました。この道を進む、それが僕の使命だ。 B さんはその後も多くの心霊現象を調査し、幽霊の存在を証明しようと努力を続けました。幽霊の存在を皆に知ってもらうために、彼の研究は次第に認められるようになり、多くのメディアで取り上げられました。これで多くの人に幽霊の存在を知ってもらえる。 B さんの体験談は幽霊が犯人を教えたという信じられない話でした。この不思議な出来事は彼の人生に大きな影響を与えました。幽霊の存在を信じるようになった B さんは多くの心霊現象を研究し、その真実を探求しました。皆さんもこの話を通じて幽霊の存在について考えてみてください。それではまた次回の怪談朗読でお会いしましょう。